はい、皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今回もストレンジストーリーやっていきたいと思います。今回は、鞍馬寺に関するお話をしたいなと思っています。ちょうど僕も先日、鞍馬寺に行く機会があったので、実際に目で見ていろんなものを確認してきました。そういった話も含めてお話をしていきたいなと思います。このストレンジストーリーでは、神社の話やお寺の話、あとは古代文明とかいろんな話をしていきますが、まず皆さんには神社とお寺の違いについて、そこから話していきましょう。日本には神社もお寺もたくさんあります。でも、この違いについて知ってる人って実はあんまりいないんですよね。神社というのは神道、神の道と書きます。この神道は日本独自の民族宗教なんですね。神社もお寺も宗教的な施設なんですが、神社は日本独自の民族宗教です。神道の信仰者は日本におよそ9000万人と言われています。日本の人口の大半ですよね。この動画を見てる人も神社に行ったことがないっていう人はあんまりいないんじゃないでしょうか。日本人は本当に神社が好きで、観光に行ってもお参りに行くし、初詣でもお参りに行きますよね。この神社というのは開祖、いわゆる最初に開いた人っていうのがいないんですね。じゃあ何を祀っているかというと、それは神様です。神様といってもいろんな神様がありまして、天照大神やスサノオノミコトとか、あとサルタヒコとか、そういった過去に存在した人を神様として祀っているところから、他には石ころの神様とか木の神様とか、中には吐砂物の神様、要するにゲロの神様まで本当にいろんな神様を祀っています。地球上に存在しているすべてのものには神様が宿る。そういった考えで、八百万の神様と言われて、日本中の神社にはいろんな神様が祀られています。一方、お寺。これは仏教ですね。仏教には開祖があります。そして仏教もいろんな形に派生をしていって、それぞれのお寺には宗派があって、その宗派の開祖と言われる方々が悟りを開いて教えを説いています。今は神社とお寺は区別されているものも多いですが、昔は神仏集合といって、神社もお寺も同じだよと。神社は目に見えない神様を祀っているけども、お寺は神様を偶像、仏像などに見立てて祀っています。そんなに大きな違いはないんだよということで、同じ敷地内に神社とお寺が存在するところも日本には多く存在します。では今日は鞍馬寺のお話なんですが、鞍馬寺は奈良時代に創建されたと言われています。祀られているのは毘沙門天、そして千手観音、あとは五宝魔王尊。この3つの神様を祀っています。そしてこの3つを三位一体として宇宙にもつながるパワーを持つという風にされています。この三位一体なんですが、古事記にも登場します。古事記では太陽と月、そして大地。この3つを三位一体として表しています。そして、この3つに当てはめられたのが、天照大神。これが太陽ですね。そして、月読みの命。これは月です。そして、大地は、スサノオノミコト。この3つの神様を三位一体として、古事記には描かれています。世界で見ても、ヒンドゥー教もそうですし、キリスト教も、形は違えど、三位一体を表すものが語られています。この鞍馬寺というのは、京都の北東にある山に建てられています。この鞍馬寺の本殿は、険しい山道を上がっていった中腹に建てられています。そして本殿の前、そこには何か模様が描かれた石畳があるんですね。この石畳に描かれているデザインとは、六芒星です。六芒星。なんか聞いたことありますかね？以前のこの神社のお話でも六芒星について語っています。じゃあここもともと何が入ってたかというと、六芒星が入ってたんですね。で六芒星って何かというと、
この六芒星が描かれている部分が宇宙とつながるパワースポットとしてとても有名です。そしてその中心は踏んではいけないとされていて、その中心の少し離れたところに立ってパワーを感じる。それを目的に鞍馬寺に行く人もとても多いです。僕が行った時もその六芒星の周りにはたくさんの人が行列をしていました。そして順番が来るごとに各々いろんなポーズを取りながらパワーを感じようとしていました。手を空にかざす人もいれば、手を合わす人もいれば、ひざまずいている人もいました。僕もその場所に立ってみましたが、僕の感覚としては、方向感覚が狂うような感覚になりました。ふわふわするというか、少し頭がクラッとするような感覚になったことをよく覚えています。そして、この鞍馬寺といえば、有名なのが天狗です。天狗の伝説が多く語られているのが鞍馬寺です。鞍馬寺周辺のお土産屋さんにも、天狗のお面だったりとか、天狗が持っている大きなうちわ、そういったものもたくさん売っています。では天狗の特徴といえば、大きくて鼻が高い。そんなイメージですよね。天狗はあくまでも伝説上の生き物とされていましたが、僕は伝説上の生き物ではなく、実際に存在した人だと思っています。皆さん天狗の顔はなんとなくイメージできると思うんですが、天狗がどんな格好をしていたかわかりますか？頭には何か四角い箱のようなものをつけて、腰のあたりには藁のようなものを巻いている。そんな格好をしている天狗も天狗の物語にはよく出てきます。ではこの天狗が身にまとっていた格好、何かに似ていると思ったことありませんか？これは山伏。日本にも昔からたくさん存在をしていましたが、山伏という主権者、修行をする人ですね。この人たちが身につけていた服。これが天狗の格好とそっくりなんですよね。そして、この山伏の格好というのは、イスラエルの祭司の格好と、これまたそっくりなんですよ。イスラエルの祭司といえば、ユダヤ人ですね。ユダヤ人の特徴は鼻が高いんです。鼻が高い人を見れば、ユダヤ人だと思え。そういった言葉も、ことわざに残っているように、ユダヤ人の特徴としては鼻が高いんですね。山伏の格好の由来は、天孫降臨といって、天から神様が降りてきた。そのことを天孫降臨と言いますが、その天孫降臨で降りてきた、ニニギの御事を導いたサルタヒコ。このサルタヒコも山伏と同じ格好をしていたと言われています。サルタヒコといえば、導きの神様。日本の多くの神社でも祀られています。成功へと導く。そんな神様ですね。そして、日本にもお祭りというのはたくさんありますが、お祭りで先頭を歩いている人の格好は、この山伏の格好をしているんです。山伏というのは、導きながら、そして守りながら先頭を歩んでいく。そういったところから、この山伏というのは生まれています。では、この鞍馬寺に天狗、山伏、イスラエル、ユダヤ、こういったものを合わせて見ていくと、いろいろつながりが見えてきます。イスラエルといえば、国旗に六芒星が描かれていますね。この鞍馬寺にも、六芒星が大きく描かれています。このつながりを関係ないと見るか、それとも大きく関係していると見るか。皆さんはどちらでしょうか？そしてこの鞍馬寺といえば、源義経が幼少期に修行をした場所としても有名です。源義経は幼少期は牛若丸と言われていました。牛若丸がこの鞍馬寺で昼間は仏教の修行をし、夜は山で修行をしていたと言われています。この牛若丸が修行を受けていた相手というのが天狗とされています。先ほど鞍馬寺は山の中腹に建てられていると言いましたが、そこから山をさらに上がっていくことが可能です。その山道を上がる途中にある立て札が立っていて、そこには650万年前に地球の危機を救うために金星人が降り立ったと。それがこの鞍馬寺の本殿の奥にある奥の院、名前を魔王殿と言います。そこに金星人が降り立ったと。そんな風なことを書いた立て札が存在します。650万年前に金星人が降り立った場所、それが鞍馬寺の山奥だということを記載しているんですね。もうよくわからないですよね。650万年前といえば、人間を作ったアヌンナキが地球に降り立った時よりもはるかに前ですので、人間でその時の地球の危機を目撃した人っていうのは存在しないわけですね。
なのにこの立て札にはそのことが記されているんです。また別の機会にそのことについては掘り下げていこうかなと思っています。奥の院に向かう際の山道はとても険しくて、木の根っこが地面に剥き出しになっている道なんですね。とても歩きにくいです。これは硬い地表のせいで根が土の中に入っていかないことでこういった道になっているんですが、この険しい山道で牛若丸は天狗と修行していたとされています。この天狗と修行していた牛若丸、すなわち源義経の話もとても面白いお話がありますので、いつかストレンジストーリーでお話をしたいなと思っています。では本題に戻って、鞍馬寺がなぜ建てられたのか。それは天皇家を守るために建てられたものだと思っています。鞍馬寺があるのは京都の北東、いわゆる鬼門とされている場所なんですね。鬼門というのは鬼から守るための場所。そういった意味があります。京都の中心にある御所。ここに天皇がいたわけですが、その北東、鬼門の場所に鞍馬寺を創建し、その鬼門で天皇家を守っていた。じゃあ守っていたのは誰か。これはユダヤ人です。しかし、今の日本においてもそうですが、ユダヤ人と天皇家のつながりは秘密とされていますので、あからさまな接点を持たずに山奥の鬼門に隠れて天皇を守る、導く。その役目を山伏の格好をして担っていた。という流れが一番辻褄が合うと僕は思っています。そして、そのユダヤ人の姿を見た日本人が体が大きくて鼻がとても高い。そして白人は寒いと鼻が赤くなりますね。それを見て天狗伝説というのが広まっていったんだと思います。いかがでしょうか。少し余談になりますが、鞍馬寺の奥の院から貴船神社に抜ける道があります。鞍馬寺の横には貴船神社があるんですね。これもまた神仏集合ですね。貴船神社というのは縁結びで有名なところです。先ほど少し出てきた六芒星。この六芒星というのは裏と表を表しています。裏と表。それは光と影。光と影といえば日本では陰陽道というのが有名です。ではこの貴船神社、縁結びの裏を考えていきましょう。縁結びの裏といえば縁切りですね。この貴船神社には表向きの縁結びだけでなく、裏の顔として縁切り神社の顔も持っています。恨みがある人や縁を切りたいなと思っている人をこの神社の周辺である儀式をして縁切りをするんですね。この儀式というのが藁人形を木に打ち付けるという儀式です。この儀式をするには夜中に白装束に身をまとって藁人形を持ってろうそくで山道を照らしながら貴船神社の山奥に入っていきます。そして誰も見られていないところで藁人形を木に打ち付けながら切りたい縁を願っていくんですね。そしてその儀式をしている最中は人に絶対見られてはいけないという決まりがあります。もし途中で人に見られてしまった場合は、その見てしまった人を殺してしまわないと縁切りの呪いが全て自分に降りかかってしまう。だから絶対に人に見られてはいけないとされています。これは僕の友人の実話なんですが、夜中に遊び半分で貴船神社の周辺の山に入っていったんですね。すると本当に藁人形が木に打ち付けられているのを見つけました。それを見て、本当にこれは縁切りの話があるんだなって思っていたそうなんですね。そして引き返して帰ろうと思って横に目をやると少し離れたところにぼんやりとオレンジ色の光が見えたそうです。まさかと思ってよく目を凝らして見てみると、そこにはろうそくを持った女性が白装束を着てちょうど木に藁人形を打ち付けていたそうです。やばいと思って見つからないようにそーっと帰ろうとしたら、木の枝を踏みつけて、その木の枝がボキッと折れたんですね。その音が山に響き渡って、その少し離れたところにいる女性がこっちを見つけたそうです。その瞬間、その白装束の女性は、その打ち付けていた金槌のようなものを振りかざして、山道をものすごい勢いで走ってきたそうです。僕の友人は恐怖を感じて振り向かずに一気に山を降りたそうです。なんとか見つからずに山を降りてきて、無事にその場から立ち去ることができましたが、もし追いつかれていたらどうなってしまったのでしょうか。そしてその藁人形を打ち付けていた女性はその後
どうなったんでしょうか。そのあたりは、未だにわかりません。どうですか？めちゃくちゃ怖いですよね。鞍馬寺と六芒星、そして天狗の関係、あとはその横にある貴船神社、その貴船神社の裏と表。今回はそんな話について触れてみました。またこれからもいろんな話をしたいと思いますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。